皆さんこんにちは。車いじりバカです。広島から滋賀を経て無事に横浜に帰ってきました。で、家の前にビートを止めたんですが、ご覧の通りギチギチの状態です。これでですね、もう我が家は車いじりバカの住む家だということが誰の目から見ても明らかになっちゃいました。まあ気にしてませんけど。はい、さて今日はですね、私のビート、前のオーナーさんからの申し送り事項の一つで、エンジン始動時にベルトの鳴きがあるということでした。実際、申し送り通りですね、始動時にはこういう音がしました。はい、始動時に鳴り始めてそのままエンジンを回しているとすぐに音は止むんですが、寒い日には走ってる時にアクセルを急激にオンしても鳴ることがありました。で、車受け取りの時に前のオーナーさんから締め直したら治るんじゃないかな的なヒントをいただいてましたので、今はベルトが緩んでしまってるのかなという仮説のもと作業をしていくことにしました。ビートはエンジンが車の後ろにありますので、エンジンにアクセスするにはいろいろ外さないといけないということで、まずはトランクの奥にあるメンテナンスリッドというのを外していきます。なぜに両面テープ、はい、外して中を見てみるとすぐにエアクリのボックスがありまして、その左下に見えているのがエアコンのコンプレッサーですね。これは前のオーナーさんから修理済みと聞いてたんですが、ピカピカですね。はい、めちゃくちゃ嬉しいです。そのコンプレッサーの左にベルトが見えてます。で、このベルトはおそらくエアコン修理時に交換されていると想像したので大丈夫と思ったんですけども、一応ベルトが見えたのでここで一度エンジンをかけてベルトの様子を見てみました。はい、やっぱり見ただけじゃ分かんないですね。はい、そして相変わらず泣いてます。ということで、もっとちゃんと調べようということでエンジンルームにアクセスすることにしました。まずホローを外していきます。左側から始めてトランクの隙間から、そしてぐるっと右側もボルトをごっそり外しております。どうもですね、左側だけ外してエンジンルームにアクセスするということができるようなんですが、ビート初心者の私としては一度ホローの仕組みやなんかも理解したかったので、全部ひっくるめて後ろ側を外すことにしました。ここで一つお願いなんですが、私ビートは全く初めてで全然知らないので、もしビート乗りの方でビートのいじり方のコツやアドバイスなどありましたら、ぜひともコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、リアスクリーンが外れました。傷がついたら嫌なんで、ひとまず車の上に乗っけておきました。火に当てておけばね、温まって伸びてくれるから、はめるときにはめやすいかなと思いました。このリアスクリーンのところ、ホロがかなりボロボロなんで、ここの部分ももっと傷んでるかなと思ったんですが、これは交換しなくても大丈夫そうでした。スクリーンは傷んだらこういう風に張り替えればいいのかなと思います。もしかしたら甘いのかもしれません。まだ実際水かけてないので、はい、どうなるか分かりません。で、次にカーペットを外して、いろいろ外して、いよいよエンジンにアクセスするこの蓋を外していきます。そしてついにエンジンとの感動の初対面です。上から見たところオイルダダ漏れみたいなのはなさそうでした。で、このデスビが故障箇所としては要注意みたいなんで、これはまたチェックしたいと思います。でもちょっとチェックの仕方を全然知らないんで、もしデスビの確認方法ご存知の方、コメント欄でアドバイスをお願いします。はい、さて肝心のオルタネーターのベルトですが、こちらにありました。次はこちらのベルトがどんな感じかチェックしてみます。まずはベルトの張りを確認ですが、ビートもご多分に漏れずですね、すごくエンジンルームが狭くて手が入らないので、ドライバーでベルトを押してみます。
ビートの規定では 10kg 荷重で 8mm ぐらいのたわみ量ってことなんで、イメージかなりピンピンに張らないとって感じなんですが、ドライバーで押してみてもかなりたわんだんで、おそらくこれが泣きの原因かなと思いました。それで車をジャッキアップしようということでやります。ところがですね、私の持ってる普通のフロアジャッキは横からも後ろからもジャッキアップポイントにジャッキが入りませんでした。なのでパンタジャッキで少し上げてから後ろのフロアジャッキで上げてゴマをかけました。やったやった。はい、でタイヤを外して潜ってみました。でまずこのベルトを守ってるんですかね、このプラスチックのカバーを外したらベルトが見えたので、一度エンジンをかけてみます。でちょっと見た目では分かんないんですが、若干滑ってる感じとたわんでる感じがしますよね。目で見て分かるようなもんじゃないと思いますが、そんな気がします。はい、ということでオルタネーターのベルトを締め込んでみることにしました。でいろいろ調べてみてなんとなく構造が分かりました。この下の方の見にくいところにあるボルトがオルタネーター固定の支点に当たる部分なので、これを緩めて、このボルトが可動部分ですのでこれも緩めで、この調整ナットを締め込んでいくとテンションが強くなるという仕組みなのかなと思いました。でまず支点にある下の方のボルトから緩めました。お、いけたね。はい、狭いエンジンルームの作業はコペンで鍛えられてたのが役に立ちますね。はい、ここも狭いエンジンルームでの整備で大活躍。愛用のトネさんの超ロング首振りラチェットで緩めました。はい、次にもう一方のボルトを緩めまして、調整ナットを締め込んでテンションを確認してみました。よし。そしてエンジン始動でテストです。イエス。治りました。喜んでおります。はい、ということで無事ベルトの泣きは治ったんですが、実はこれ後日談があります。後日ですね、ビート整備マニュアルというのをよくよく読んでみると、実はこちらのベルトはスプリングテンションによる調整方式を採用しているというようなことが書いてありまして、もう一つボルトを緩めて調整しないといけなかったようです。でとりあえず今回ベルトの泣きが止んだので、ひとまずこのままにしておきますけれども、いずれにしてもこのベルト自体は近日中に交換しようと思っているので、その時に正しい締め方で正しいテンションに設定したいと思います。はい、ということで今日も楽しく DIY させていただきました。ビートいじり楽しいです。今日もご視聴ありがとうございました。それではまた。